こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はオンラインで約2時間ほどで行ったクローゼットのお片付け事例についてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は3歳、1歳の男の子2人がいらっしゃる4人家族で、現在3人目のお子さんもご懐妊中のお客様です。お悩みの箇所はリビング横の和室にある収納スペース。腰から上の高さで幅が広い右側のスペースと、縦長でその半分の幅の左側のスペースがあり、奥行きも深く収納力があります。ですが、うまく使えずごちゃついてしまうことにお悩みでした。こちらは右側のスペースの中段ですが、収納がパンパンというわけではないものの、あちこちにちょい置きがされてしまっています。こちらは後付けで設置されたハンガーポールの周りですが、新たに買い足した子供服などがしまうのが面倒でそのまま置かれてしまっています。こちらはその左側のスペースです。ここも空間は十分あるものの、子供用品や飾り物などがなんとなく置かれてしまっています。その下には衣装ケースを8つ並べてありましたが、その前にも物がちょい置きの状態、ケースが開けづらくなってしまっています。こちらはその上段です。ここにはまだしばらく着ない子供服などが蓋付きケースに入っていましたが、高さがあるため出し入れがしづらそうでした。またよく見ると子供用品に混じって大人のものも混在しているようでした。続いてこちらは左側のスペースです。こちらも空間にはゆとりがありそうでしたが、なんとなく置かれたものが多く使いづらそうなところがありました。こちらは左側中段です。この中でよく使うのは一番上にあるバッグだそうですが、やや高さがあり出し入れがしづらそうでした。こちらは左側下段です。ここにはお子さんの使用頻度の低いおもちゃや思い出のもの、紙袋のストックが収納されています。お子さんのものが右側の収納スペースだけではなく、こちらにも分散していました。そしてこちらは左側上段ですが、使っていないタイルカーペットの端の部分や空き箱、コード類がなんとなく置かれています。このようにスペースはあるものの、うまく活かせていない点を改善すべく作業をスタートしました。じゃあまず最初に、やっていく作業なんですけれども、今回の2箇所、収納箇所があるということなので、向かって右側のちょっと高さがあって幅が広い方ですね。はい、こちらの方を、お子さんのものゾーンという形にしていこうと思います。全体的に結構大人のものとお子さんのものが混在してしまっているというところが課題かなというふうに思いますので、大人ゾーンと子供ゾーンをしっかり分けていきたいと思います。ということで、右側お子さんゾーンですね。で、左側のちょっと幅が狭いところですね。縦長の幅狭のところが、大人ゾーンという形で、ゾーニングを決めて、そこに合わせて配置していきたいというふうに思います。はい。まずはお子さんのものから先に整理するために、左側のスペースに混在していた子供用品をすべて出していきます。今回は奥様がご懐妊中ということもあり、ご主人もお休みを取って参加してくださいました。そして右側のスペースにある大人のものも取り出して、一旦別の場所に移動しました。では、続いてですね、お子さんのものをざっくりカテゴリーに分けながらですね、分類をしていきたいと思います。大人のものを移動したら、今度は右側スペースに入っている子供用品もすべて取り出して、ざっくりカテゴリー分けしていきます。この時、左スペースにあった子供用品も一緒に整理しました。すべて出してみると、やはり一番多かったのは子供服。他にはお出かけ用のバッグや育児グッズ、使用頻度低めのおもちゃ、飾り物などがありました。ざっくりカテゴリー分けしたら、今度は一番量の多い子供服をさらに整理していきます。自分で身支度をするようになった3歳のお兄ちゃんのオンシーズン服は別の場所にあるとのことでしたので、それ以外の服を一別で分けながらさらに分類していきました。そして収納方法についてもちょい置き防止のためにあることを考えました。子供服で袋の状態でちょい置きされてるお洋服とかもあったと思うんですけど、ああいうのって上に入
入れなきゃいけないんだけど、上の蓋付きのケースに入れるのが大変で置いちゃってたっていう、そういう感じですよね。はいはい。だからちょっと置き場所どうしようかなっていうのを今ちょっと作業拝見しながら思った時に、先の洋服とかも上に乗せるよりは引き出しのどっかの方がちょい置き防止になるのかなってちょっと思いました。ということで、ちょい置きを防ぐため子ども服はできるだけ引き出しに収めることを目指しました。こちらは1歳の下のお子さんのボトムス。手前にオンシーズン、奥にオフシーズンを収納しました。こちらは下のお子さんのトップス。そしてお子さん2人のパジャマや下着類。これらは出し入れしやすい真ん中のゾーンに収めました。そしてこれから生まれてくる赤ちゃん用のベビー服が衣装ケース2つ分ありましたので、こちらは一番左の列に収納。さらに3歳のお兄ちゃん用のまだ大きくてしばらく着られない服やオフシーズン服は一番右の列に収納しました。最後にもう一つ残った衣装ケースはもともとタオル類を収納されていましたが、あまり使っていないためタオル類は洗面所に移動することに。そして空いたスペースにお尻拭きのストックや鼻水器、置き場所がなく衣装ケース前にちょい置きされていたお尻拭きウォーマーを収納しました。そしてもともとハンガーにかかっていた服はそのまま戻し、上段にあった蓋付きのケースには赤ちゃん用のおもちゃやスタイ、帽子などの洋服以外のベビー用品をまとめました。さらにこの蓋付きケースの置き場所も見直すことに。でちょっと上上げちゃうと結構出し下ろし大変だなという気もするので、その衣装ケースの左側のハンガーバーの左のところとかに横向きで奥側に乗せていただいたりしたら入りますかね。試してみたところ、蓋付きのボックスはちょうどハンガーバーの隣のスペースに横向きに置けました。もう一つあったケースはこれから増えるもののためにスペースに余裕を残し、その上に重ねました。そして最後に残った飾り物やかさばるベビー用品、お子さんの工作グッズ、使用頻度低めのおもちゃなどを上段や衣装ケースの上に収納。これで子供用品は一通り収納が完了しました。じゃあ、一山越えたところで、はい、最後もう一頑張り、大人のものいきましょうか。続いて左側のスペースも右側同様に中身を全部出しながらざっくりカテゴリーに分けていきます。中身を出してみると、紙袋や空き箱類、コードやガジェット類、奥様が使うママバッグや本、その他なんとなく保管してあったフロアマットのパーツやアイロンセット、思い出のものなどがありました。そしたら、まずじゃあ使用頻度高めのものからちょっと入れていきましょうか。この中でいくとやっぱりママバッグとかなんですかね、割とよく使うのは。ね、はい、出し入れが多いです。分類した大人用のものを使用頻度が高いものから順に収納していきます。出しやすい中段にはママバッグや奥様の本、アイロンセット、ガジェット類を収納しました。ちなみになんとなく保管していた空き箱やフロアマットのパーツは思い切って処分することに。そして上段には思い出のもの、下段に紙袋のストックを収納して全て収めることができました。作業の最後には今後の使い方についてもお話ししました。で、だいぶ左スカスカになったと思うので、多分今後大人のものが増えたとしても上の2段だけ上段中段ぐらいで収まるようになると思うので、もし今後そのお子さんのものが増えてきたりですとか、あと例えばその次男くんがもうちょっとこう自分で自分のことをやるようになって引き出し自分で開けられるようになったりとかってなったら、その下の段だけはお子さんゾーンっていう感じでちょっとお子さんゾーンを少し拡大してあげてもいいかなというふうに思うので、どうしてもちょっと今右側お子さんゾーンにしてるんですけど、自分で取れる高さじゃないと思うので、赤さんのうちだけとか、あとは季節外のものとかそういうものになっちゃうと思うので、今後お子さんが出せる場所を作りたいよってなったら、その左側の下はお子さんゾーンというふうに変えてもいいかなというふうに思います。では最後に今回のお片付けのビフォーアフターをご紹介します。まずは右側中段です。ちょい置きのものがなくなり、だいぶすっきりした印象になりました。衣装ケースの手前で場所を取っていたベビー用品や洋服は
衣装ケースの中に定位置ができたためちょい置きがなくなりました。同じく左側にちょい置きされていたベビー用品もすっきり収めることができました。持て余し気味だった衣装ケースの上のスペースには蓋付きのボックスや使用頻度低めのおもちゃ、おむつのストックなどを配置。上段にあって使いづらかった蓋付きボックスもこの位置であれば出し入れがしやすくなります。大人のものが混在していた上段には飾り物やかさばるベビー用品、工作グッズを収納。どれも軽いものなので使う時も下ろしやすくなったのではないかと思います。そして左側中段にはママバッグや大人用の本、家事用品、ガジェット類を収納。バッグも出し入れしやすい位置に配置できました。下段は紙袋のストックを収納。衣装ケースはすべて空になったので出し入れしやすい右側に紙袋を移動しました。そして上段には思い出のものを収納。空き箱やフロアマットが処分できたためかなりスペース的にもゆとりができました。では最後にお客様からいただいたご感想を紹介します。ちょい置きや一時的に逃げたものがたくさん置いてあってよく開ける引き出しが開けづらかったり、よく取るママバッグが上の方にあって取り出しにくかったりで、どちらの収納も扉を開けるたびになんとかしなくちゃと思っていました。でも今までは一時的にちょい置きをなくすための片付けをしても性格もあってかまたちょい置きを繰り返していて根本的には何も変わっていませんでした。今回オンライン片付けで七尾さんの質問に答えながらいただくご指示の通り手を動かしていただけですが、それだけであっという間に使いやすい収納へと変わり驚きました。これまでオフシーズンのものは2軍スペースに置くものと思っていましたが、今までは上段に置いてあって取り出しづらく、わざわざケースを取り出して入れるのが面倒になり、大きめサイズの新品の洋服を買うと引き出しの上にちょい置きと今思うと悪循環の原因の一つでした。オンライン片付け後は引き出しの上に配置してもらったことで出し入れのハードルがかなり下がったので、今後も入れ替えを面倒があることなく管理できそうです。ママバッグもこれまでも少し高い場所だけど一軍スペースだと思って置いていましたが、今回の配置変更で一番取り出しやすいところになって、その楽さ、ストレスのなさがとても嬉しいです。ちょっとした配置の違いでこんなにも変わるものかと本当に勉強になりました。今後は不要なものを溜め込まず、ちょい置きもせず過ごせそうです。わずか2時間ほどの作業でしたが、効果を実感していただきとても嬉しく思います。いかがでしたか？収納の中もゾーニングを明確にすることでだいぶ使いやすくなったのではないでしょうか。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。